ホイールを作っていきたいと思います。5これも来てますね。もう1個よく耐えてくれたよ。ここにももうじきね、もう死にかけね。ほんとやばい、よく持ってくれた。はい、おはようございます。昨日は、ホストタクのお家に招いてもらいまして、ゆっくり休めて、これから、ホイールを作っていきたいと思います。センターゲージとプレ取り台はありますかと最初に聞いていたので、それをあることを確認してここに、来させていただきましたので、ホイールを作っていきたいと思います。よいしょ。よし。ということでダメか。めちゃめちゃ勝てよお前。よいしょ。まずこれを全体的に緩めていきます。こっちが古いリム、アレックスリム EXR30 って書いてありますね。でこっちが新しいリム、アレックスリム、同じ会社ですね。 MD30 って書いてありますね。でリムのサイズは、全く一緒、エトルと一緒ですね。もうこのハブとスポークを、使い回してこっちのリムに移植してホイールを作りたいと思います。はい、取れましたね。リムとハブで分かれました。ホイールの編み方は種類があるんですけども、僕は実組で6本取りを採用してホイールを編んでます。僕が教わったやり方、僕の師匠がいるんですけども、その方もホイールを編み続けて、ホイールのプロフェッショナルの方がいらっしゃるんですけども、その方に教わりましたね。普通はホイールっていうのは4本取りが基本なんですけども、スポークが折れにくくするには、6本取りもしくは8本取りをするとスポークのホイールの強度が上がり、スポークが折れにくいと。でさらに、タイトにきつく締めることによってスポークの折れがなくなると、力強いホイールが出来上がるとってことですね。なんですけども、今回リムが壊れました
何が正解なんですかね、自転車ってね。面白いよ、面白いぜ。23456、まあおそらくどっかのタイミングでスポークは折れると思うんですよね。このスポーク使い回してますし、どっかで折れると思うんですけども、ひとまずね、まあこれで7号は走れる。オーストラリアは完走できるはず。3456、あれかなりおかしいんだけど、俺8本撮りで作ったので、フレ取り台に乗せました。お気づきの方はいるかもしれませんが、なんじゃこれはとこれがフレ取り台なのかと思うかと思います。僕も最初見た時はびっくりしました。まあここにいらっしゃるホストの旦那さんの方はですね、このフレ取り台を自分で制作してこういう風に作ったと。はい、すごいですよね。で130のハブに対してはこれみたいな、でこっち110、140っていう風にあります。素晴らしいですよね。フレ取り台すら作れるっていうのは本当に自転車を好きな方からしたら憧れっちゃ憧れですよね。でこれが、センターゲージすごいですよね。これすらもオリジナルです。とんでもないですで先ほど、6本撮り、あれ8本撮りだっけと思って急遽8本撮り直したんですけども、完全にしっくりきます。はい、8本撮りでしたね。僕前回作ったのはびっくりしました。僕正直6本撮りだろうなと思ってたので、まあ、8本撮りだったから折れたのかな、折れたじゃない、リムが壊れたのかなっていう可能性もありますし、8本撮りだったからこそスポークが折れなかったっていう可能性はあります。で前回8本撮りをしてスポークを極限までタイトにきつく締めたので、リムが耐久できなくなって壊れてしまった、割れてしまった、ひびが入ってしまったっていう感じに思えるので、今回は、リムの強度をですね、まあ、下げるじゃなくてちょっとスポークを緩めに作ることによって衝撃を吸収できるようなホイールに組んでいきたいなっていうふうに考えてますので、まあそんな感じでいきたいと思います。
訪れた無料キャンプ場の中で、間違いなく5本の指に入りますね。